こんにちは、ゆうたです。突然なんですけど、引っ越しました。はい。今この撮影しているのが新居になるわけなんですけれども、今まで僕らは記憶的ルームという企画で、主に他の人のルームツアーをたくさんしてきたわけなんですけれども、いい加減家を紹介しろよっていうコメントがぼちぼち来てたっていうのと、僕らもちょっとせっかくなんでこの機会に紹介したいなっていうことで、今回インテリアデコレーション by 記憶的散策という企画で撮影することになりました。はい、でこの企画についてなんですけど、賃貸物件を借りてから自宅が完成するまでの過程だったりこだわりっていうのを紹介するドキュメンタリーコンテンツとなっております。はい、簡単に僕の住まい遍歴についてお話をすると、2年前からホテル暮らしを実はしてました。で、いろいろあって1年前ですね、1年前に東京の麦呂横山っていう場所にあるリット東日本橋というオフィスをお借りすることができて、そこは賃料夢払いプロジェクトということで1年間家賃が無料で貸していただくというね、ありがたい機会がありまして、ルームツアーとかは動画でもちょっと上げさせていただいたんですけど、そこに入居して仕事をしてました。でそこが9月に契約が満了となって、新しく新オフィス兼今回自宅ということでちょっとお借りをすることになりました。はい、でこの部屋についてなんですけど、およそ50平米ぐらいあります。でリビングが15畳ぐらいですかね。はい、でなぜこの物件を選んだのかっていうところについてお話をしたいなと思います。この物件は窓がめちゃくちゃあるんですよ。で特にここの窓なんかはとにかくでかくて、とにかく光が入ってくるっていう、すごく気持ちのいいスペースです。で床なんかはホワイトウッドで光の周りがとてもいいので、日中もずっと明るい部屋になってます。仕事をね結構したりとか家にいる時間が多いので、その時間気持ちよく過ごせそうだなっていうことで選びました。であともう一つは、リビングがとても広いですよね。でここ15畳あって、あと別の部屋もあるわけなんですけれども、今回自宅兼オフィスということもあって、みんなが集まれる場所っていうのが必要っていうところと、あと適切なそのプライベートスペースも必要だよねっていうことで、そういった間取りの物件を探していたところ、こちらの物件にたどり着きました。あと海が近いんですよ。歩いても行けるし、それこそ自転車でもね行けたりする立地なので、すごくリフレッシュにもなるかなと思って選びました。あとはこの物件とにかくデザインがちゃんとされてるんですよ。リビングスペースもそうですけど、後で紹介するキッチンだったり浴室だったり、そういったところもすごく変わった面白い物件になってるので楽しみにしててください。でこの物件なんですけど、記憶的不動産でもお世話になっているコニジャ東京さんにちょっとご協力をいただいて探していただきました。でこれマジでね、一人で探すともう鬱になりそうなぐらいもうひたすら家を探してたんで、もう不動産に頼んだ方が早いです、皆さん。なので気になる方もしいらっしゃったら、こういうデザイナーズだったりそういった物件はすごく強いので、こんにちは東京さんぜひチェックしてみてもらえればなと思います。この後はこの物件引っ越したてではあるんですけど、簡単なルームツアーをしていこうかなと思うので、よかったら最後まで見ててください。はい、ということでここからは簡単なルームツアーをしていこうかなと思います。こちらのお部屋が15畳のリビングスペースです。で天井高ですね。まずすごく天井高なので開放感があります。でさっき言った床ですね、これがホワイトウッドの床で、割とインテリアも合わせやすいのかなって気はしています。でコンセントがたくさんあるんですよ。こっちにコンセントがあるのと、どこだっけな、ここだ、ここにもコンセントがあって、結構これもありがたかったですね。コンセントがリビングだけで4つかなある、4箇所かなあるんで、すごい合わせやすいなっていう気はしてます。でここが今ちょっとこの世の終わりみたいになってるんですけど、荷物が死ぬほどあります。はい。で、この荷物をちょっとばらして、後々お部屋を紹介していけたらなと思ってます。でライトとかはもともともう備え付けでついてるんですよね。でもう6個7個ぐらい、夜とか本当に
このライトたちだけでも過ごせるっていう感じなんですけど、自分たちのもちろんソケットもついてるので、ここのスペースとあとこのリビングの真ん中のスペースですね、真ん中のここにあるので、問題なくいろいろ照明も遊べるのかなっていう気はしてます。続いて浴室を紹介しようかなと思います。浴室は何といってもこの圧倒的リゾートホテルのようなこの設計ですよね。でピンクっぽい壁と、あとはこの床ですよね。ここはもうちょっと赤いんですけど、ここがすごく可愛いなっていうところで、これも特にフェイクとかじゃないんで本当のラグジュアリーな結構感じで、肌触りも歩き心地もすごい最高にいいです。でもちろん撥水性もあるので乾いてくれますね。でこちらが洗面台のスペースです。でこっちは、鏡の裏は収納になっていて、ここもちょっと白っぽいデザインされた、水回りですね。なんか本当にとにかくいろいろ考えやすそうだなっていうことと、あとこっちがバスタブで、バスタブはこの猫足の白いバスタブです。でこれ最近、賃貸で、ちょいちょい見かけるようにはなりましたけど、この雰囲気にこの白いバスタブっていうのもなかなかいかついなというか、普通の家では見ない場所でもあったので決め手の一つとなりました。でこっち側に普通にトイレがあって、ここはまた収納になっているので、こうやって見るとやっぱり収納力もあるし、インテリアを考えるのもすごい楽しみですね。ここも後々ちょっとリビングが完成したらいろいろ整えていこうかなと思ってます。はい、続いてキッチンを紹介しようと思います。キッチンはちょっとあんまり今紹介できないんで細かくは見せられないんですけど、ちょっと遠目に見えるガスコンロだったり、そういったところはちょっと少し無機質な感じになってます。で収納もここはたくさんあるので、そこも問題なく使えてるって感じですね。で後々ちょっと右側の方には、ラックシェルフかなを買って、ちょっと炊飯器だったり家電系はちゃんと置けるようにしたいなとは思ってます。あともう冷蔵庫はバカデカ冷蔵庫が今もあるので、この冷蔵庫を使おうかなとは思ってます。はい、じゃあ寝室を紹介したいなと思います。で寝室はご覧の通りもうちょっと最低限家具が入っちゃってるんですけれども、今ベッドとベッドフレームと、あとは、ブラインドですねがもうついています。すごいここの部屋は一日中本当に明るくて、今の時間帯なんかもすごく綺麗な光が差し込んできて、とても気持ちのいい空間です。で向かい側はこちら全部収納になっております。でこれは備え付けの収納棚で、この中は洋服だったりそういったものが入っております。はい、ちょっと今ここも掃除機のやつが1個置いてあるんですけど、こっちもここにコンセントがあったり、あとこのベッドの奥の方ですねにコンセントがあったりと、割とコンセントもちゃんとありますね。またここの細かいインテリアについての話はさせていただこうかなと思います。はい、続いてテラスを紹介したいんですけど、テラスはこういった感じで、結構広いスペースなんですけど、ちょっと映せない部分が多いんでねあれなんですけど、なんといってもテラスはこの吹き抜けの部分がすごい可愛くて、ここも何かしら今後いろいろ作れそうだなと思ったので、選んだっていう、なんかもうこう見るとマジで抜け目が本当にないっていう激ヤバ物件ですよね。でテラスには照明がついているので、夜になると、この照明が点灯してライトアップされます。はい、というわけで新居のルームツアーさせていただきました。で今回の動画は何もない多分状態だったと思うんですけど、次回以降の動画では各スペースのインテリアだったり細かいコンセプトみたいな、そういったところをより詳細に紹介していきたいなと思ってるので、気になる方はぜひ今後もチェックしていただけると嬉しいです。はい、で今回の動画なんですけど、実はいつもと違う編集ソフトで編集をしていました。で今回はワンダーシェアさんから販売されている動画編集ソフトフィモーラというソフトを使用して編集させていただきました。こちらのソフトなんですけど、動画編集始めたての方にもおすすめできるソフトとなってます。で UI だったりそういったデザインっていうのが非常に使いやすいです。あとは、トランジションだったり SE サウンドエフェクト、あとはタイトルのエフェクトとか、そういったエフェクトっていうのがもうパッケージでセットになっているので、そういったエフェクトたくさん使用ができるものになっております。
動画の色域調整なんかも簡単にやることができて、例えばこれとかこれとか、こんな色味っていうのが誰でもできるようになっております。あとはオーディオエフェクトなんかもこういう感じでちょっとラジオっぽく雰囲気を出してみたりとか、今なんかは今度ちょっと電話風になってみたり、これなんかは AI っぽくちょっと声を流してみたり、こういうエフェクトがいろいろあって面白いですよね。なんかこういったのも、オープニングでなんか使ってみたりとか、そういったアイデア次第でなんかいろいろ使えるなっていうふうに思います。はい、で今回、ちょっと使ってみての感想なんですけど、とにかく UI が使いやすかったです。で何がどこにあるのかっていうのがすごく分かりやすいので、なんかすごい親切なデザインだなって思いました。あとはトランジションがすごい豊富なので、そういった点も踏まえてやっぱ初心者の方におすすめしやすいソフトだなっていうふうに思います。であとはちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、動画編集をするときに、素材のカットっていうのを必ずやるんですね、僕ら。でそのカットをするときにカットしたら自動的に選択対象が次の素材に変わってくれるんですよ。でこのツール、こういったなんか仕様っていうのがすごく使いやすかったです。あと何気にすごいなと思ったのが、字幕を AI が自動で起こしてくれる機能があって、日本語だったり英語だったり結構多言語対応もしていました。でこの字幕起こしっていうのもかなり精度の高いものになってたので、しっかりとした音声で収録されているものであれば字幕を簡単に多分起こすことができて、かつ編集の時間、作業効率化っていうところにもつながってくるので、そういったところはすごい使ってて便利だなっていうふうに思いました。で料金についてなんですけど、年間プランで6980円ということで、少しお安くなっているので、そういったところも動画編集初心者の方だとなんか買いやすいのかなっていう気はします。であとは永続のライセンスっていうのパッケージもあるみたいなので、気になる方はそういったものもチェックしてみていただければなと思います。